ガソリンスタンドの看板を見て思わず2度見出したのだ。ホルムズ海峡が実質封鎖されてもう1ヶ月。今日の時点で1億3000万バレル以上の原油が世界から消えているのだ。今日はこの原油危機をはじめ世界が揺れている5つのニュースを届けるのだ。ずんだもん先輩、今日も気になるニュースが多すぎて正直どれから見たらいいかわからないです。原油の話だけじゃなく、トランプさんの紙幣の話とかアップルの話もあるんですよね。今日は5本まとめてお届けするのだ。1本目は原油危機と日本の家計への直撃。2本目はロシアがイラン戦争の最大勝者になるのかという分析。3本目はトランプ署名入り100ドル紙幣という前代未聞のニュース。4本目はアップルが C を競合 AI に開放する話。そして5本目はワールドカップ2026のビッグニュースなのだ。では早速いくのだ。まず1本目、原油危機なのだ。オイルプライス。コムによると、ホルムズ海峡の封鎖が続いていて、3月20日時点で中東からの原油が1日2070万バレル止まっているのだ。これが3月末には1150万バレル、4月中旬には累計4億バレル超まで積み上がる可能性があるとデータ企業のクプラーが試算しているのだ。1日1070万バレルって、どのくらいすごい数字なんですか？世界全体の石油消費量と比べてどうなんでしょう？世界全体の石油需要は1日約1億バレルなのだ。つまり今止まっているのは世界需要の約 11% なのだ。例えるなら、コンビニのおにぎりが毎日10個売れるお店で、突然1個だけ仕入れができなくなった状態なのだ。小さく聞こえるけど積み重なると棚がどんどん空になるのだ。面白いのは、米国産 WTI 原油の価格はそれほど上がっていないのだ。なぜかというとアジアの製油所は中東産のサワー原油しか効率よく処理できないのだ。米国産のライトスイート原油には対応していない。だからアジアでは深刻な供給不足なのに、米国市場は比較的落ち着いているという歪みが生まれているのだ。先輩、それって私たち日本人の生活に具体的にどう響いてくるんですか？スーパーとかガソリン代とか、数字で教えてもらえると実感しやすいです。日本への影響は直撃なのだ。日本は石油の約 90% を中東から輸入している。ガソリン価格はすでに高止まりしているが、この封鎖が4月末まで続くと仮定すると、1リットルあたりさらに20円以上の上昇が想定されるのだ。月に50リットル給油する家庭なら月1000円。年間1万2000円の追加出費になるのだ。さらにオイルプライス。コムはアジア各国がすでに4日就労働や在宅勤務推奨、国民の祝日延長といった燃料節約措置を実施していると報じているのだ。日本でもこの流れが続けば、電力料金や輸送費の上昇を通じて食品、日用品の値上げが連鎖的に起きるのだ。僕の見立てでは、封鎖が5月まで続くと今年の家庭の物価負担は年5万円を超える可能性があるのだ。続いて2本目、ロシアはイラン戦争の最大の勝者なのかという分析なのだ。サウスチャイナ、モーニング、ポストによると、アジア各国がロシア産エネルギーの確保に殺到していて、トランプがロシア産石油への米制裁を約1ヶ月部分解除したのだ。EU もロシア産石油の永久輸入禁止計画を一時停止したのだ。ウクライナと戦争中のロシアへの制裁をトランプさんが解除したんですか？それって矛盾していませんか？私、どうしても腑に落ちないんですが。まさにそこが確信なのだ。トランプ政権はイラン対応に集中するため、ロシアをある意味、後回しにしたのだ。プーチンはこれを最大限活用して、石油、ガス供給者たちにエネルギー価格高騰による追加収入を使うよう指示したのだ。SCMP が引用した東華師範大学のロシア研究センター副所長は、イランと中東の現状はロシアの地政学的、経済的立場に短期的に非常に有利だ、と述べているのだ。ただ専門家たちは、過大評価するな、とも警告しているのだ。ウクライナ戦争と国内経済の問題がロシアの恩恵を制限する、という意見もあるのだ。そしてワシントンポストが報じたところによると、ロシアはイランに対して米軍の位置情報を提供していた疑いもあるのだ。ゼレンスキー大統領もロシアがこの情報提供を武器にトランプを脅迫しようとしたと指摘しているのだ。先輩、ちょっと整理させてください。ロシアはイランに情報を渡しながら、同時にエネルギーを売ってお金を稼いでいる、まさに、呂布の利、ですよね。でもそれって長続きするんですか？そこが僕の独自の見立てなのだ。ロシアは確かに今は恩恵を受けているが、これは短期バブル商社なのだ。中東が安定すれば一転して孤立が深まる。欧州評議会のコスタ議長は、ロシアが唯一の勝者とまで言っているが、それは過剰反応だと思うのだ。ウクライナ戦争のコストとインフレという二重の重荷を抱えたまま長期的に勝ち続けるのは構造的に難しいのだ。次はもっと衝撃的な話なのだ。あの100ドル紙幣に
現職大統領として史上初めてある人物の署名が入ることになったのだ。しかも165年続いた慣行が一つ消える。一体何が起きているのか、続きで話すのだ。改めて振り返ると、ここまでは現役期で日本の家庭が年1万2000円以上の追加負担を迫られる可能性と、ロシアがイラン戦争の短期バブル勝者になっているという話だったのだ。ここからはさらに興味深い話が続くのだ。3本目、トランプ署名入り100ドル紙幣なのだ。アシャルク、アウサト氏によると、米財務省が発表したのだ。来年のアメリカ建国250周年を記念して、現職大統領として史上初めてトランプの署名が100ドル紙幣に入るのだ。最初の発行は6月の予定なのだ。現職大統領の署名が紙幣に入るのって本当に初めてなんですか？それって他の民主主義国家では普通ないことですよね。先輩、どう思いますか？歴史的に見ると、紙幣に現職指導者の署名や肖像を入れるのは権威主義的な体制で多く見られる慣行なのだ。民主主義国家の紙幣には通常、個人の歴史的人物や象徴的なモニュメントが描かれるのだ。アメリカは1861年から164年以上、財務省水当局長の署名という慣行を守ってきたのだが、今回それが消えるのだ。私はこれって、権力の可視化、だと思います。お金って毎日触るものだから、そこに大統領の名前が入ることで、無意識に存在を刻み込まれる効果があるんじゃないですか。先輩はどう見ますか？紬の指摘は鋭いのだ。僕もそう思う。そして日本への影響という観点で言えば、ドルの中立的シンボルとしての信頼性という問題なのだ。基軸通貨ドルに政治色が入ることで、脱ドル化の議論に火をつける可能性があるのだ。これが円相場や日本の輸出入コストに波及するリスクは小さくないと思うのだ。お次は4本目、テクノロジーのニュースなのだ。ブルームバーグが報じたところによると、アップルが間もなく発表される iOS27 のアップデートで、シリオジェミニやクロードなどの統合 AI サービスに対応する計画なのだ。今はチャット GPT との提携立てだが、それを大きく超えた展開なのだ。でも先輩、アップルって今まで自分のエコシステムを絶対に閉じていたじゃないですか。それが急に競合 AI を入れるって何か裏があるんじゃないですか？理由は3つあるのだ。第一に、Siri の AI 能力がジェミニやクロードに大きく遅れをとっていて iPhone の魅力が落ちているのだ。第二に、競合 AI を取り込むことで App Store を通じたサブスクリプション収益が得られるのだ。第三に、各国の規制当局が Apple の閉鎖的なエコシステムへの圧力を強めているのだ。一言で言えば、競合を取り込んで自分がプラットフォームになる戦略なのだ。日本の iPhone ユーザー約7000万人への影響でいうと、朝の目覚まし設定からメール返信まで、今後Siriにジェミニやクロードの高度な回答が使えるようになる可能性があるのだ。 iPhone が事実上の AI スーパーアプリになるということなのだ。ただブルームバーグは、計画は変わる可能性があるとも報じているので、課題期待は禁物なのだ。そして5本目、ワールドカップ2026のビッグニュースなのだ。イタリアが欧州プレーオフ準決勝で北アイルランドを2対0で破り、決勝進出を決めたのだ。隣ともいぜ、ケインがゴールを決めたのだ。2022年大会の本大会出場を逃したイタリアが、今年のメキシコ、アメリカ、カナダ共催ワールドカップの切符獲得に確実に近づいているのだ。イタリアが2022年に本大会を逃したのは本当に衝撃でしたよね。今回は出られそうでよかったです。先輩、でも冒頭でガソリン代の話をしていましたが、この5本のニュースって全部繋がっているような気がするんです。紬、すごくいい視点なのだ。実は今日の5本のニュースは全てアメリカの意思決定を中心に繋がっているのだ。ホルムズ海峡封鎖への対応、ロシア制裁の部分解除、紙幣の署名、AI 規制の圧力、ワールドカップさえも2026年はアメリカ共催なのだ。世界は今、一人の人物の判断に大きく振り回されている構図が見えてくるのだ。今日の話を踏まえて一つ問いかけたいのだ。ホルムズ海峡の封鎖が続く中で、日本政府は本当に十分な対策を取れていると思うか？エネルギー安全保障、脱炭素、再生可能エネルギーへのシフト、これは遠い未来の話ではなく、今まさに家計に影響している話なのだ。ガソリン代が上がったと感じたら、それは世界の構造変化が家に届いたサインなのだ。先輩、今日も本当にためになりました。日本のエネルギー政策についてどう思うか、皆さんのコメントが聞いてみたいですね。今日の5本まとめはここまでなのだ。日本のエネルギー対策、大丈夫だと思う？思わない？どちらか一言だけでいいからコメントで教えてほしいのだ。チャンネル登録もよろしくなのだ。
明日は今日の原油危機や一本丸々深掘りして、ホルムズ海峡封鎖がなぜ起きたのか歴史的な背景から徹底解説するのだ。お楽しみに。またね。